14サウロ、ステパノに敗れる。サウロはユダヤ人として割礼、神とアブラハムの間の契約の印として出生直後の男子に行われる包皮切開手術を受け、モーセの律法によって教育された。少年時代はローマに住んでいたが、青年になってからイスラエルの律法や信仰を学ぶため、親族を頼ってユダヤにやってきた。サウロはとても激しい気性で、反対されると烈火のごとく怒り、彼の記憶に焼き付けられてしまうのである。彼は断固たる自覚を持ち、恩師ガマリエルから聞いたヨハネの言葉を何度もこね回しているうちに、ついに迫害を加える意志を固めた。彼の怒りは絶頂に達し、まだ名もない若者でありながら、長老たちの前でイスラエルの主なる神やモーセの律法を思う熱意を示し、地位と権力を獲得したのである。土の下に植えられている種は見えなくとも、時期が来ると地上に成長し、実を実らせるものである。ヨハネの言葉も例外ではなかった。ガマリエルと話し合ったことは、ヨハネにとって悲しむべき結末であったように思えたが、実はそうではなく、一つの実を実らせることになったのである。それは結果として外国にイエス・キリストの教えを広めることとなったからである。サウロによって計画された迫害は、多くのユダヤ人クリスチャンを国外に追い出してしまった。彼らはあちこちで土地を耕し、種をまき、十二使徒のようになって活躍し、暗黒のうちに苦しんでいる人々にキリストの教えを聞かせ、光明を与えることになったのである。このように使徒たちの背後には、見えない神の御手が働いていて、彼らの突き進む道を導いていったのである。最初のうちはイエスの教えを外国に住むユダヤ人に伝えていたが、次第に地の果てにまでイエスの言葉を伝えるためには、先祖から伝えられた習慣をかなぐり捨てなければならなかった。さて、サウロは数人の金持ちや長老たちとクリスチャンの動きについて話し合った。彼は毒がイスラエル全土に広がらないうちに雑草のようなクリスチャンを除いてしまうことを提案した。サウロはまた、どんどん増えている信者の中に、ステパノという若者が言いふらしていることを耳にした。何でも、キリストを十字架で殺してしまった報復として、近いうちにエルサレムを滅ぼしてしまうように、信者に命じているとのことである。どんな努力をしても、人間の語る言葉というものは、悪い尾ひれがつくものである。サウロの耳に入った時には、かなりねじ曲げられていた。それでサウロは、あまりにも激しい性格だったので、無意識のうちにクリスチャンを絶滅させようと、逆上してしまったのである。サウロは金持ちや長老たちに向かって言った。この人たちは灼熱の太陽のようにエルサレムを焼き払おうとしているのです。その日は砂漠の熱気のように家を焼き払い、神殿をも滅ぼしてしまうでしょう。彼は声を低くして囁くように語り出した。彼らの背後にはローマ帝国が密かに手を貸していて、弟子たちに金を渡していること、そしてエルサレムを滅ぼしたらもっと大金を支払うとの約束ができていること、さらに反動文書と捕まえて奴隷に売り飛ばし、その金をローマに運んでいるなどと語った。サウロはローマから最近やってきて、ユダヤの高官たちと親しくしているということで、多くの者はサウロの言うことを信じた。密室で囁かれることは、千里も走るの例えのように、この話はエルサレム中の噂となって広がった。しかもこの話は、誰が最初に吹き込んだのかを知っている者はほとんどいなかった。しかしこれはローマ人の耳には入らなかった。それはユダヤ人の中でしか語られず、お互いに不信感を持っているローマとユダヤとの間に心の障壁があったからである。さらに誇りという悪霊がサウロを虜にしてしまった。彼がガマリエル門下たちと別れを告げた後、ある街道、ユダヤ教の礼拝堂に入ってみると、一人の若者がキリストの教えを説いていた。この若者はステパノといって、キリストの光によくし、日々熱心にキリストの教えを説いていた。サウロがガマリエルの言葉に刺激されていなければ、おそらくステパノなどには目もくれなかったであろう。しかし悪霊に手引きされ、さらにガマリエルの言葉が耳にこびりついていたことも手伝って、サウロはこのヒゲなしの若者を見据えていた。そこでサウロは聴衆のど真ん中に割って入り、ステパノを睨みつけながら、彼の説いている教えは、
モーセの立法と矛盾する邪説であると言い出した。ステパノは昔神殿でモーセの立法を本格的に学び、キリストの教えに接するまでは、神殿に仕える祭司になろうと準備をしていたので、誰よりも詳しくそれを知っていた。それで彼はサウロに対して堂々と反論を加え、むしろキリストの教えこそ、神から与えられた古い信仰、モーセの立法の上にかぶせられた王冠のようなものであると説明した。サウロはエルサレム在住のユダヤ言葉や荒々しい気質のことをあまり知らなかった。おまけに彼らはローマ人が競技場でのスポーツに血を沸かせるのと同じように論戦を楽しむ習慣を持っていた。それで聴衆はサウロが早口でステパノを罵倒し感情的になっているサウロには好感を持たなかった。彼らはサウロのことを嘲笑った。それでサウロは逆上し、手を振り上げてステパノの頭を叩いた。聴衆は大声を上げてサウロは論争の掟を破ったとわめき、サウロを捕まえて彼の着ている紫色の衣服を引き裂き、地上に投げ捨てた。サウロは慌てて逃げ出し、通りがかった友人に助けられて難を逃れることができた。この時からステパノに対する憎悪の念は大きくなり、いつかエルサレムの人々の目の前で彼をやっつける計画を虎視眈々と狙うようになったのである。